エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は初めての液タブに良さそうな安くて高性能な液晶ペンタブレット XP ペンアーティスト16サードをレビューします。16インチの液タブは大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさで特に人気が高いので XP ペンからも上位モデルのアーティストプロ16やアーティストウルトラ16が出ていますが、今回レビューする無印のアーティスト16はプロモデルより2万円くらい安いのにペンの性能や画面の色域がプロモデルと同じくらい高性能で、安いけどちゃんとした性能の液タブが欲しい初心者の人に良さそうな液タブなので、今回は上位モデルのプロやウルトラと比べたり実際にイラストを描いて書き心地を詳しくレビューします。さらに今回はこの液タブが当たるプレゼント企画もあるので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、保証書、2本指手袋、クリーニングクロス、パソコンとつなぐケーブルに折りたたみ式のスタンドが入っていました。スタイラスペンは充電不要で軽く、上の方が楕円形で机に置いても転がりにくいです。横の2つのボタンで鉛筆と消しゴムを切り替えたり、お絵描きアプリの好きな機能を設定できます。替えのペン先もたくさんついているので、ペン先の消耗を気にせずにたくさんお絵描きできそうです。ペンが液タブの上に磁石でくっつくので、ペンの置き場に困らないのは嬉しいです。液タブは樹脂製で上位モデルのプロやウルトラと比べると薄くて軽いです。MacBook と同じくらいの重さなので、使わない時の片付けも楽にできそうです。画面の大きさは A4 よりも少し横長で iPad Pro 13インチを横に大きくした感じです。裏側にはゴム足がついていて、書く時に動きにくくなっています。右側に電源ボタンと画面の明るさ調整ボタン、ケーブルを挿す穴が2つあります。左側にはボタンが8つとダイヤルが2つついていて、お絵描きアプリのよく使う機能をボタン1つで呼び出せたり、ダイヤルでブラシやキャンバスの大きさを簡単に変えられます。くるっと回せばロゴやペンが逆さまになるけど、左利きの人でも使えるようになっています。折りたたみ式のスタンドは金属製で見た目より丈夫なので、結構強く押さえてもグラグラしないです。液タブや机が当たるところにゴムが貼ってあって傷つきにくくなっています。重さは 173g で、折りたためばスマホと同じくらい薄く、場所を取らないのがいい感じです。角度は固定なので、もう少し角度をつけたい人は別売りのタブレットスタンドを使うと良さそうです。この液タブはパソコンやスマホにつないで使うので、付属の USB-C ケーブルや HDMI ケーブルでパソコンとつなぎます。別の液タブから乗り換えるときは古い設定アプリを消して公式サイトから新しい設定アプリを入れます。設定アプリではペンの書き心地やボタンに割り当てる機能を設定できます。画面の表示がおかしいときはパソコンのディスプレイ設定で表示画面を拡張するにして拡大縮小を変えると見やすくなります。画面の色は安い液タブの中だと綺麗な方だと思います。初心者向けのエントリーモデルなのに色域がプロ向けのアーティストプロと同じくらい高性能で、安いのに画面の発色が綺麗なのは嬉しいです。画面を暗くした時のバックライトの色ムラも少なくて気にならなかったです。画面がアンチグレアで映り込みが少なくお絵描きに集中できそうです。アンチグレア特有の画面の白っぽさも控えめであまり気にならなかったです。上位モデルとの違いですが、プロやウルトラは設定アプリでカラープロファイルを変えられたり、解像度がこの液タブのフル HD と比べてプロは 2.5K、ウルトラは 4K で高くなっているので、小さな文字や細い線が綺麗に見える違いがあります。ただ16インチくらいの大きさだと解像度がフル HD でも画面のドット感があまり気にならないし、フル HD の方がパソコンの負担も軽くなって線がスムーズに描けるので、高価なパソコンじゃなくても使いやすいところは初心者の人に優しい気がします。次はペンの書き心地をチェックします。この液タブは最新の X4 ペンがついているので、上位モデルの X3 プロペンと書き心地を比べてみます。書き味は紙にシャーペンで書いた時のような感じで、筆圧感知は16000、傾き検知は60度で、どちらも X3 プロペンと同じなので、ペンを押さえる筆圧で線の太さや色の濃さを変えたり、ペンを傾けて鉛筆を寝かせたような線もちゃんと綺麗に書き
けました。強めの筆圧でもメーターが振り切れないので、筆圧が強めの人でも使いやすそうです。液タブはペンが画面に触れただけだと線が描けなくて、どのくらい筆圧をかければペンが認識するか音荷重の数値を見るとわかりますが、この液タブは音荷重が 2g で上位モデルの 3g よりもペンの感度が良くなっているので、ペンを画面に置いただけのような軽いタッチでも線が描けました。ただペンを立てた時とペンを傾けた時でペンの認識具合が変わる気がするので、ペンを立てた時は X3 プロペンと同じくらい軽い筆圧で描けるけど、ペンを傾けた時は X3 プロペンの方が軽い筆圧で描ける気がします。なのでペンを寝かせて筆圧をシュッと抜くような線の入り抜きは価格が高い分上位モデルの方が描きやすい気がします。このあたりはペンの握り方とか書く人によっても変わりそうですが、書き心地が気になる人は設定アプリで軽めの筆圧を認識しやすく調整すると良さそうです。画面のガラスが薄くてペン先とカーソルが離れていないのでカーソルのズレも気にならないです。画面の端で少し横にずれますが、絵を描くところはズレがほとんどなく、ちゃんと描きたいところに線が描けました。カーソルのズレ具合は画面を見下ろす角度で変わるので、気になるときは設定アプリでキャリブレーションすると気にならなくなると思います。線をゆっくり斜めに描いた時の波打ちやペン先の沈み込みも気にならなかったです。XP ペンの液タブは家電量販店でお試しできるので、気になる人はお店で使ってみてください。ここからはイラストメイキングを流しながら、この液タブのいいところ、気になるところをお話しします。いいところは安いけど性能は低くないところです。上位モデルより2万円くらい安いのに、画面やペンの性能がプロモデルと近くて初心者の人でも使いやすそうな液タブだと思います。USB-C がついていないパソコンにもつなげるように HDMI ケーブルが最初からついているところも親切だと思います。iPad Pro を左右に広げたような感じなので、左右にツールをたくさん表示しても iPad ほどキャンバスが狭くなったように感じなくて作業しやすかったです。上位モデルのアーティストウルトラみたいにタッチ操作には対応していませんが、左側のボタンとダイヤルが使いやすくて、書き間違えた時にボタンを押すだけで取り消したり、2つのダイヤルが近くにあって指1本で操作できるところも良かったです。ダイヤルの機能はボタンで切り替えられて、キャンバスの拡大縮小やブラシサイズの変更をダイヤルでスムーズに変えられて作業しやすかったです。画面の発熱も少なくて気にならなかったです。気になるところはペンを傾けた時の音荷重くらいで大きな欠点が少なく、価格の安さを考えるとコスパの高い液タブだと思います。この液タブに向いている人は初めて液タブを使う人で、なるべく安く書きやすい液タブが欲しい人に向いていると思います。上位モデルと迷っていて高くても大丈夫な人は、より高性能なアーティストプロ、タッチ操作もしたい人はアーティストウルトラを選ぶと良さそうです。人気の高い16インチの液タブで5万円以下で買えるものはなかなかないと思うので、よかったら参考にしてみてください。最後にプレゼント企画のお知らせです。今回紹介したアーティスト16サードを抽選で1名の方にプレゼントします。応募方法は私と XP ペンさんの X アカウントをフォローして、応募用のポストをリポストするだけで簡単に応募できます。応募用のポストは後ほどこの動画の概要欄に追加するので、そちらからぜひ応募してみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントやハイプしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。